クテアは本当に突っ込みどころが絶えないな。しかもちゃんといい音してるから困る、というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ラクテア系の新たなるイヤホンを、JS Hi-Fi がタッグを組んで、日本国内に上陸させてしまった、色々ディープな中華イヤホン、JS Hi-Fi ラクテア LF さんだ。そもそも、この LF さんというと、実はこのチャンネルではすでに2回紹介していたり、しかも、その2台は構成が全く異なったり、ラクテアもだいぶ攻めまくったイヤホンが多かったりと、何から話せばいいかわかんないんだけど、まずはこの若い割にラインナップが豊富すぎるブランド、ラクテアの話からしていこうか。ラクテアは、KZ や TRN のハイブリッド技術が完全に落ち着いて、市場が後発メーカーが今来てもそこら辺の完成度が高すぎるし、とか思ってた頃に、そんな空気をぶち破って突然現れた、謎の超低価格イヤホンブランド。リケーブル可能で、初期のラインナップにはハイブリッドが存在したり、一部にはトライブリッドが存在したり、一番最初に登場した、ラクテア LF4 の本体には、明らかにまだ BA 詰める気満々の BA 型の空洞が存在してたりと、色々と発展性を感じさせるブランドで、しかも音ももはや暴力としか言えない、高音、低音、中音、パワーだけで生き残ることを誓ったような、アグレッシブなブランドとしてスタートした。その後には、形が違うだけと思いきや、2種類のドライバが使われているラインナップの、1ダイナミックドライバーイヤホンを大量に発売してみたり、KZ 君が夢の超低価格 EST 搭載として発売した、CCA-NRA や KZ-ZEX と同型の NK-EST 一部指摘では MST という、超レアなドライバーを搭載した低価格イヤホン、ラクテア LF3 プロトライブリッド LF3 プラスハイブリッド、そして、そのドライバぶっこ抜いても音がいいんだから聞いてみろ、と言わんばかりに、1ダイナミックドライバ版の LF3 を発売したりしている。この LF3 に搭載されているドライバは、色々曰くつき。なんと、1ダイナミックドライバモデルでは2000円を割る価格だったのに、ベリリウムメッキされたダイヤモンドライクカーボン振動板とかいう、ものすごそうな歌い文句がついてきたイヤホンだ。実際実現してればものすごいんだけど、価格的に可能なのか、まあ音が良ければよし、実際良いし、そんな色々と突っ込みどころは残るものの、特に細けいことは気にしないちょっと焦げ臭いくらいの方が楽しいという、変な中華イヤホンユーザーから、局地的に支持されたラクテア。しかし、実はその技術は確かなものだったみたいで、最近は、ブルーウェールという新ドライバーを開発し、ゆったりとムーディーな雰囲気の、温かい雰囲気をこなす LM さんなどのラインナップを投入するなど、怪しいのにやたらめったらチューニングが的確という、しかも安く楽しめるという、もうどっから突っ込んだらいいのかわからない玄人向けだけど、安くて面白いイヤホンを連発しているぞ。ちなみに、ブルーウェールドライバーを使ったシリーズでも EST を採用した LM1 が登場している。ここら辺も日本に正式導入されるのが楽しみだ。というわけで、ハイブリッドから1ダイナミックドライバーまで、幅広くやりたい放題やってる、ラクテア。今回は、そんな中で、1ダイナミックドライバー、ドンシャリサウンドの LF さんがやってきた、というわけだ。僕は過去にこの LF さんの動画を2回作っている。ただし、それらは、よりドライバーが搭載された上位バージョン。ただ、どちらも派手すぎて、聞き疲れするようなくらいに元気なバランスで。じゃあ1ダイナミックドライバーだったらどんな音になるんだろうという疑問はずっとあった。今回は、日本に上陸したタイミングで、その1ダイナミックドライバーバージョンがテストできる、というわけだ。外装は大きめ、LF シリーズは、基本的に超マルチドライバー前提の設計だった LF4 と外装を共有していて、装着感こそ異なるものの、サイズ感的には、KZ の8ドライバーハイブリッド、ZAS なんかに近いように感じられる。とはいえ、内容物は詰まっていないので、重量は軽めだし、そもそも設計が適正なので、よりただでかいだけのイヤホンと比べると、しっかりと装着できると思うぞ。特徴的な鳥の巣と呼ばれる背面デザインは、中国の北京五輪時に使われたスタジアムをイメージしてるんだとか、このデザインは LF3 シリーズ共通で、元々は LF3 がブラック、LF3 プラスが銀、LF3 プロがピンクメタリックと、それぞれ振り分けられていたんだけど、今回は、どの色も選択できるようになった。我が家では識別のために、黒を選んだんだけど、内部のドライバーが入っているか否かでどのバージョンか判別は容易だな。外装の素材は、定番の、アルミ系のフェイスプレートとノズル部分、そして、樹脂製の本体部分、という素材選び、重量感も適正で、問題ないだろう。付属ケーブルも、きちんと扱いやすいもの。初期ロットでは、どうやら曲線が一般的な QDC にピンと逆だったらしいんだけど、全世界から突っ込まれたので、改善したんだそうな。やっぱ突っ込みどころが多すぎるよな、このブランド。
そんなわけで突っ込みどころ満点なラフティアーなんだけど、とにかくサウンドのバランスに限ってはいつだって良い。個人的には、信頼度から CCA-CRA プラスを推奨してたけど、LF さんのデザインが気に入っていて、より派手なバランスが好きなら、LF さんの方が良いだろう。高音が適正に伸びて、低音もドッカンドッカン気持ちよく響く、典型的なドンシャリタイプ。ただし、KZ や、このラフティアーの中でも、BA を積んでいるタイプほどは顕著に伸びない。同じラフティアーの中でも、先に日本国内で販売されるようになった、ブルーウェール搭載の LM さんと比較すると、こちらの方が高音域側はよく伸びる。低音の響き方は密閉感がある。こんなに背面が開放されてそうなデザインなんだけど、実際聞いてみると、かなり密閉感があって、抜けの良いイヤホン、という印象は少ないだろう。それでもより量感重視の LM さんと比べると、若干気持ちよく高音が伸びるポイントがあるな。この LF さん超高音は基本的に少し天井があるものの、高音や金属の一部はよく伸びる。ドライバー本来の音はある程度高音が出そうだけど、密閉感で結構収まってる印象だな。抜け感はないので、冷たく響く金属音までは表現できないんだけど、この手のハイブリッドヤが作る1ダイナミックドライバーらしい、ちょっと優しめの音が魅力的だ。ちなみに、ここを突き抜けさせたいなら、LF3 プラスを購入すると、高音の金属音がバシバシ響くようになる。日本国内に上陸する日が来るんだろうか。さらに、暴力的にしたいなら、ラフティアー初のハイブリッド、LF4 なんかは、とにかくカリカリでシャリシャリの音だ。ラフティアーは、KZ や TRN と同様、低価格のモデルを複数掴んで、差を楽しむタイプのメーカーだと思うので、今後日本で展開してくれることを期待するぞ。中音域から中低音域にはしっかりと厚みがあって、ウォームで力強い音が楽しめる。サブベースまではっきりと出ていて、ハイブリッドイヤホンの足元をしっかりと支えられるドライバーながら、KZ などが数年かかった、1台でもしっかりとバランスの取れたイヤホンに感じる。という、はっきりと全体のことを考えられるドライバーだ。それでも、若干ウォームで、本来、高音域がもっと暴れることを前提としていて、力強くチューニングされた、中低音域以下は結構癖になる。また、現在日本で購入できるもう一つのイヤホン、JS Hi-Fi ラフティアー LM さんと比較すると、こちらは中高音域あたりに、少し抜け感が感じられる。と言っても、他のイヤホン全体と比べると、まだウォーム気味なんだけど、それでも、LM さんと比較すると、若干メリハリの立った音だ。ラフティアーには、構成が大きく変わる、音も大きく変わるイヤホンの他に、このように、ドライバーは同じだけど、微妙な違いをもたらすイヤホンも結構ある。なので、気に入ったデザインから買ってよし、微妙な音の違いを楽しむために買ってよし、KZ や TRN などの先行メーカーと比較するために買ってよし、色々と楽しみ方が広がるブランドだ。音は結構冒険しまくってるけど、デザインの方も、かなり意欲的なので、そういった点からも評価できるはず。KZ 系のイヤホンも、最近はバラエティ豊かなので、一重に比較することはできないんだけど、KZ 系に比べると、ラフティアーの方が、全体的に良い子になりきれてない感じ。たまに突然スネアなんかが飛び出てきたりなど、全体のバランスよりも、単純に驚く音、という要素が強いように思う。例えば、ZVX は LF3 よりかなりウォームでより低音の圧が強いけど、時折伸びる金属音のおかげで、LF3 は効いていて飽きない。双方、面白いところが違う。また、優等生的ななり方をする EDXS と比較しても、色々変なところが主張してくるので、楽しい。DQS と比べた時も、EDXS と同じだな。より練られていると感じるのは、もちろん最近の KZ や CCA の1ダイナミックドライバーイヤホンなんだけど、このイヤホン、たまに予想外で、なおかつ、割れたり刺さったりという破綻ではない、面白ムーブをかますので、ラインナップの中に加えておくと、マンネリを吹き飛ばしてくれるイヤホンだ。このイヤホンの売り上げが良かったら、ぜひ、Amazon で LF4 なんかも販売してほしいな。BA 入りは LF さんの持っている配慮を全部吹っ飛ばしてるので、より脳から変な汁が出るから。というわけで、ラフティアーのイヤホンは、やっぱり楽しい。デザイン的にも見どころの多い LF さんや、先に発売された、JS Hi-Fi LM さんなどなど、ビジュアル的に気になる人も、買って損はない一台だ。アクセサリ系を KZ や TRN などの、定番低価格ブランドと共有できるのも大きなポイント。KZ や TRN のコレクションの中にこっそり混ぜておくと、慣れというものを吹き飛ばしてくれる。でもラフティアーになれると後が大変だな。色々揃えていないで、デザインに惚れた人と、色々揃えていて、面白そうだと感じた人におすすめだ。個人的にはもっと国内で簡単に入手できるようになってほしいブランドなので、今後とも JS Hi-Fi には頑張ってほしいところだな。相変わらず中国の方の販売文句は怪しいんだけど、Amazon の商品ページでは怪しかった説明がごっそり吹っ飛んでるのもちょっと笑える。そんな、香ばしさと完成度とやんちゃさと、
そして、多様性を持ったブランドラフティアー、その LM さんとは異なる世代のイヤホン、ぜひ、挑戦してみてくれ。と、いったところで今回はここまで。